今回はロスはハーフアニバーサリーに向けてやっておくべきことをご紹介していくぜ。なんだかんだであと数週間ですもんね。ハーフアニバーサリーで出遅れないようにいい準備をしたいところですよ。ハーフアニバーサリーは実は周年記念よりもかなり大きなイベントがされるケースもあったので、絶対最後まで見ていってくれ。まずはじめにやることは仲間キャラクターの強化だぜ。何言っちゃってるのよ。アニバーサリーでいっぱい素材とか、お得な素材集め探索とから出るんだからその時でいいでしょ。その時でいいじゃないの、と。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。その考えじゃ間に合わない。一体どういうこと？結論から言うと最近の東方ロストワードは高難易度コンテンツに力を入れている。特に話題になっているのが、永遠戦線。こちらは2024年7月31日に登場した高難易度コンテンツ。永遠戦線は、最大18人のキャラを活用してボスキャラを撃破するコンテンツで、強力な DF ダや育成アイテムなどの報酬を入手できるんだ。これは絶対クリアしないといけないじゃないの。実はこの永遠戦線は早期開催というもので、真の永遠戦線ではないっぽいんだ。そう言われればそうだ。まだ早期だからお試しみたいなものなのね。そしてその真の永遠戦線を出す機会というと、このハーフアニバーサリーだろう。しかも、早期開催で達人ステージ最大風決勝戦個獲得という驚愕の神キャンペーンもやっていたんだ。真の永遠戦線ならそれ以上になるはずでしょう。ねえ、運営様。威圧をかけるな。なるほど。だからキャラクターを強化しておく必要があるのか。それだけではない。4周年に行われた高難易度チャレンジも開催されるだろう。白フェスガチャ登場記念的な感じで出ましたよね。ハーフアニバーサリーではおそらく残り2人の白フェスまたは黒フェスが出るので、それに合わせて高難易度チャレンジも出るはずだ。高難易度チャレンジでも皆で協力してクリアするクエストがあったので報酬も豪華だったはずですよ。なのでしっかりとキャラクター強化を行う必要があるんだよ。特に永遠戦線に向けて数多くのキャラクターを育てておくべきだ。入手簡単で育成しやすいのは工場と型落ちフェスですね。イエス、キャラを選んで獲得できるエマのラインナップも増え、限界突破がしやすいフェスや工場にもかかわらず最前線で戦える者もいるのでその子たちを育てよう。前回永遠戦線の使用率が高い L1 キャラを紹介しているから見に行くといいぜ。また10月末には風決勝集金用の10応援御三家も登場するので、あえて引っかかるのもいいと思うぜ。ついに10応援組来た。絶対強そうだ。最新のフェスか工場キャラクターだし、全員戦闘系のキャラだから強いだろう。特にチアリなんかは最近の環境で強い燃焼引行型に確実になるだろうから有能そうだぜ。わざわざ肩出しにされているし強そう。風決勝に余裕がないなら今回は我慢して、高魔党フェスなんかでピックアップされるのでその時にステップアップの1回目で飛行。ステップアップの1回目というところが重要です。続いてはレイピーを貯めようだぜ。こんなんなんぼあってもいいですからね。先ほども言ったように今一番やるべきことはキャラクターの強化なんだけどそのためにはやはりレイピーが必要。レベル上げ、強化素材獲得が同時に行えれるイベントのルナティック周回が一番効率がいいのは皆さんもご存知だが、それをするにもレイピーが必要。特に現在は大片白も追加されたのでより多くの周回をしないといけません。それはハーフアニバーサリーでも同じだしな。ハーフアニバーサリーでは新たなステージ追加とかもあるだろうし、先ほど言った真の永遠戦線なども出るだろうしそう考えるとレイピーは必須になってくる。それでレイピーはどこで集めるの？レイピーの集め方はいろいろあるが重要なものを3つ紹介するぜ。まずは施設にあるお社から回収することだ。基本にしてかなり効率的なやり方ですね。時間経過でレイピーが溜まるほか、お社のレベルを上げると保有量と獲得量を増やせるため、効率的に集められます。ちなみに初心者さんのために言っておくと、お社のレベルを上げるためには、プレイヤーレベルを上げる必要があるため、イベント周回をしてレベルを上げましょう。また注意点としてはある一定のレイピーを持っていると、お社から手に入ることができなくなるので注意だぜ。そして2つ目はイベント周回だぜ。探索周回したら逆にレイピーが減るじゃん。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。確かに周回をすればもちろんレイピーが減るが、結局黒字になることが多いんだ。イベントポイントの報酬にはレイピーがあり、なんと10個全部買えば5000レイピーが獲得できるんだ。めちゃくちゃもらえるじゃん。それが長期イベントなら最大8つと交換できるので、4万レイピーを獲得可能というわけだ。それだけあればなんぼでも回れますやん。なのでレイピーが消費されるのでイベントは後回しでいいやと思わず、むしろイベント周回してレイピーを獲得しちゃおう。また累計ポイントや福引きでもレイピーが獲得できるのでイベント周回が最強のレイピー集めなんだぜ。そして3つ目はレイムのお払い大作戦だ。そういえばそんなミニゲームありましたよね。そういえばそんなんあったなと思った方は非常に大損をしています。そうなの？このレイムのお払い大作戦は施設の高林道にあるというややこしいところに配置されたものなんだが、こちらをクリアするとなんとプレイヤーレベルに応じてだがだいたい1500から2000近くは獲得できるんだ。速攻でめちゃくちゃもらえるじゃん。でも B ランクとかある程度クリアしないといけないんでしょ？何もしなくていい。
今なんと？何もしなくてもいい。なんとこちら一度も叩かなくとも最後までやれば全てのレイピーを獲得できるんだ。マジかよ、神コンテンツじゃん。つまりお風呂入っている間にこれをさせておけば出た時には2000ぐらい獲得しているというわけでしょう？やったー、誰ですか私のお風呂姿想像した人は。何言ってんだこいつ。そう、歯磨きしている時でも作業中にでも回しておけば勝手にレイピーが溜まるよ。ちなみにお社同様レイピーが一定数溜まっている状態だと獲得できないから注意。この3種のテクニックを使ってレイピーを貯めておこうぜ。続いては運命枠を作るだぜ。なるほど、確かに作っておいた方がいいね。まず運命枠とは今年の2月に新機能として発表されたんだ。わかりやすく言うと、運命値という強化項目が追加され、一部のクエストにて運命値を強化したキャラを連れていくと確率でドロップ枠が増える、ようになるんだぜ。さらにわかりやすく簡単に言うと、モンストです。カンカン行こうぜ。日本のソシャゲを代表するモンスターストライクの運極と似たようなシステムだな。直接的にキャラの強さが強化されるわけではないですが、被りキャラクターを合わせることでドロップ率が上がるシステムですよね。ロスワの運命値もほとんどそんな感じのイメージでいいだろう。そしてここが重要なんだが運命値は同一のキャラ、対応する片白、運命鏡というアイテムで強化可能。現在のロスワのシステム上、貫突したキャラがさらに被っても使い道がほとんどなく、売却するか、奴隷要員に育てるしかなかったんだ。そこについに使い道ができたと。ちなみに片白は、キャラのレアリティによって使うものが変わるのでレリック、エピックの運命値を上げるのは難しいね。と片白は大量に余っているので L1 キャラや A キャラは容易に上げれそう。なので今後 A キャラが工場扱いになってくる可能性も考えられるね。レリック以上を作るとなると大変そうだけど、前回も紹介した通り、超フェスなら比較的育てやすくエピックの強さを持つキャラクターもいるから作る価値はかなりあるぜ。といったようにかなりメリットのあるシステムなんだが、ハーフアニバーサリーにもなるとやはり強化素材探索が5回いけるようになったり、絵札のドロップ率が上がるはずなので、運命枠がいるとより効率的に集めやすくなるんだよ。だから運命枠を作るということか。となると無料で作れるゆっくりがおすすめですか？ゆっくりは絶対にやらないでください。なんでゆっくりって初心者救済用の運命枠じゃないの？こちらは無知な初心者殺しの探索、クエストの周回があまりにも鬼畜すぎる。ゆっくりレイマリを手に入れるためのゆっくり乗りとはゆっくり、さようならのドロップ報酬で手に入るんだが、まず低確率すぎた。私も検証でやってみたところ、だいたい100回で1個手に入る感じだったのでおそらく確率は100分の1以下だぜ。いや SF 版ドラクエ6のキラーマシン2の仲間加入率より低いやん。いろんな情報を集めると、数百回行って1個とか結構いました。ドロップ率3倍の時にもやってみたが、100周して1個も落ちなかったしね。多分確率は周回 F だと同じぐらいに設定したのだと思われるな。ある方の検証によれば1万回やって30個だったのでこれでやっといけるかどうか。はっきり言ってきつすぎますよ。さらに、ゆっくりの入手はガチャ仕様になっているので運要素が絡む。そっか。このゆっくり乗りとはゆっくりレイムかゆっくりマリサが出てくる仕様になっているんだ。つまりピンポイントで集めることができないので必ず、2体分作らないといけないことになるんだ。つまり1体ずつは無理で強制的に2体のゆっくりを作らないといけない羽目になるのか。どれだけ運が良くとも4000周回ぐらいはしないと手に入らないだろう。霊力ぶっ飛びますよ。しかもレイムだけに偏るとかも考えられるし、マジで鬼畜仕様なんだ。なんでこんな仕様にしたんだ。しかも、周回クエスト確定なのに3ウェーブという、いじめのような仕様。忠実すぎてここもゆっくり仕様にされました。初心者救済クエストかと思いきや、周回に向いていない要素が常に詰め込まれて全プレイヤーを地獄に落とす化け物クエストなんだ。またそんなの運命値100のキャラクターを連れて行けばいいじゃんと思っちゃうんだが、運命値対象は強化素材だけ。しかもその強化素材は最下層のゴミ素材であり、全く使い物にならない。ルナティックタイム。なるほど。だからゆっくりはダメなのね。確かにドロップ率3倍キャンペーンでやれば楽勝でしょと考える人もいるが結局元のドロップ数値が低すぎるせいで3倍でも全然出なかったぜ。効率も悪いのでこれをやるならイベント周回をしている方がいいに決まっているので、ゆっくりはやめましょう。それじゃあどうやって運命枠を作ればいいの？一番おすすめなのは集めやすい限界突破素材である有能な工場と最新フェスキャラクターだぜ。特に型落ちしていない新しめのフェスは超フェス超えのものもいるので、このあたりに使うのがいい。そして何よりもおすすめなのはこちらの茨城河川の腕。この子は歴代フェスで最強キャラにもかかわらずすでにエマやほぼ全てのガチャから獲得が可能。前回の使用率人気 L1 キャラで紹介したけど、燃焼型のインコー1900あって、霊力回復にを持っているという化け物キャラですよね。とりあえずこの子をエマで交換して、イベント周回や課題で獲得したありったけの片白を注ぎ込めば最強運枠の完成だ。一昔前はヘカーティアだが、最近のキャラらしく圧倒的にこの子の方が高い性能をしているので作っておこう。了解です。早速エマから交換しますよ。いや話聞いていましたか？続い
て紹介するのはログイン&綾の特ダネ帳を育てて風結晶獲得しようだぜ。現在ログインをすると高林道スロットキャンペーンが行われているんだ。そして現在のログインボーナスが激アツすぎる。なぜなら高林道スロットが開催されているから。こちらは名前の通り、ログインをすることで行われるシステム。ログインすればスロットが行われてアイテムがもらえれるんだ。なるほど。でもお得そうに見えてそのアイテムが香木とか食べ物とかなんじゃないの？しかし、なんとそのアイテムはどれも超絶貴重なものばかり。そのラインナップは片白や仲間確定宿死、無名の転生鏡、運命鏡、再戦、そして結晶という構成で再戦以外は大当たり。しかもこちら揃わなくとも3つ全てのレーンのアイテムが獲得できる。ぶっ壊れスロットやん。そんなもん全然連日で仲間確定宿死がもらえれるレベルじゃん。まさかの1個ではなくて、3つ全てもらえれるとかいう意味不明なほどに太っ腹なんだ。なので必ずこの期間中にこのスロットを引こう。期間もどえらく長く、10月28日まで続くのでしっかりログインしたいところですよ。早速私も引いたら、1日で片白3つと仲間確定宿死5つが手に入ったぜ。ログインだけでイベントポイント5万分ゲットっていかれてるな。さらに結晶に関してはうまくいけば777個もゲットできるんだ。約150連分もらえれるってマジ？これで当たれば、ハーフアニバーサリーにある 4.5 周年記念ガチャに使えれるからいいよね。と入ってもぶっちゃけ当たる確率は非常に低いし、7が出たら何ももらえれないから、シンプルに片白や仲間確定宿死、風結晶を狙っていこう。これはログインしないと大損だ。続いて綾の特ダネ帳だな。こちらはつい最近追加された新システムですよね。そう、綾の特ダネ帳は、日々の課題で獲得する取材ポイントによって取材レベルを上げ報酬を獲得するバトルパスコンテンツだぜ。報酬は、毎日課題や毎週課題で獲得していたのとほぼ同じなんだが一部調整が入っているんだ。取材レベルが上がれば報酬を獲得できるんだぜ。取材レベルは、取材ポイントを100貯めるなどすることで上げられるよね。取材ポイントに関してはどうやって稼げばいいのかというと毎日の課題や今週の課題をクリアすると、手に入るんだ。まあいつものことをやれば勝手に取材ポイントは上がっていくな。報酬はめちゃくちゃいいかというと、そうでもないのだけど、ある程度貯めれば限界突破素材も獲得できるので、やっておこう。またショップで優勝の特ダネパスが販売されているんだ。購入することで、通常の報酬に加え、特ダネ報酬が受け取れるんだが、こっちはかなり豪華。期間中に最大1300個の神結晶も獲得できるようだ。普通に神結晶買おうとしたら、1200円では300個しかもらえないからめちゃくちゃお得ですね。ただ若干ソシャゲのパス系にしてはお高め。モンストのモンパスの加入には、1ヶ月で税込み480円で済む。アークナイツなら650円、原神なら610円、と1000円切っているんだ。確かに他のソシャゲに比べるとお高めかも。それでもお得なのは変わらないし、とりあえずハーフアニバーサリーの前だけ買ってみるなんていうのもいいだろう。ラストは本格的な風結晶集めだぜ。2023年のハーフアニバーサリーでは新ガチャジェニックお祈りが出たので、新形態のガチャもありえそうですよね。特に来そうなのはこのホニャララ今日シリーズだな。もうだいぶ人数やキャラクターが追われているんだけど未だに出ていなかったキャラだ。そろそろ出す頃合いなので新形態として出ると思われるぜ。さすがに現在最強のガチャが悲風クラブと旧作組のタッグだからな。そうなると、片白が怖いところなんだが、4.5 周年ではかなり新ガチャが期待できるんだ。インフレ時代が来るかもしれないし、今のうちにしっかりと風結晶を集めたいところですわ。風結晶の主な集め方はまた次回紹介したいと思っているので今のうちにチャンネル登録をしておくといいぜ。視聴者さんはハーフアニバーサリーで誰がピックアップされると思うかコメントで教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。